久しぶりです。何が久しぶりかって、小屋での撮影が久しぶりなんです。はい。ついに小屋でダウンジャケットを着る季節がやってきました。はい。ちょっとね、小屋は今かなりごった返しててですね、なんだこのバイクっていうのがあっちこちあると思います。はい。いろいろあります。こいつとか、あるんですけども、まあそれはまたね、いずれ紹介しますので、ご安心ください。9、10、11月がね、本当に忙しすぎてマジ記憶がないぐらいですね、出張しまくってですね、お仕事のご依頼たくさんいただいて、ありがたいと思う反面、全然ハウトゥー動画とか、レビュー動画出せてない。みたいな。もうマンパワーが足りてないっていう状況下だったんですが、まあ11月半ば頃、ようやく、人権を取り戻してております。はい。冬はまたね、例年通り、ハウトゥーもの、おすすめシリーズなどなどね、続々上げていこうと思いますので、よろしくお願いしますと。今回こちらですね、クロスバイクの泥版化について、ね、ぶっちゃけどうですかと。あと、予算とかね、実際いくらかかんのとか、そのあたりを今回ね、お話ししていこうかなと思います。ちょっとメモを持ってきます。今回話す内容の順番としては、まずはクロスバイクの泥版化についての、メリット、そしてデメリット。で、最終的にどんだけかかるよっていう話をですね、させていただければなと思います。少し動画長くなるかもしれないんですけども、興味がある人はぜひね、見てみてください。ロードバイクって高いんですよね。最低でも10万ぐらいはすいます。はい。最低でも10万ぐらいはするので、やっぱお気軽にっていう感じで買うようなものではないんですよね。多くの方、学生さんの方だったりとか、学生さんに限らずですね、社会人にとっても結構やっぱ大きな買い物にはなるんですけども、大体の人がですね、泥版に興味があると。ドロップハンドルっていうのはですね、ちょっとね、僕のチャンネルおなじみの人はなんだこのバイクって思うかもしれないんですけども、これです。これ。ここがこういう風に持ってたりとか、こういう風に持ってたりとか、こういう風に持ってたりとか、いろいろポジションを取れる、いわゆるドロップハンドル、ザ・ロードバイクって感じですよね。これはシクロクロスグラベルバイクですけども。ハンドルだけ変えればいいんじゃねって思う方もいると思います。こういうハンドルがまっすぐなハンドルついてるから、じゃあこういうハンドル買って、ボルトコット緩めて変えればいいのかと言われたら、そういうわけにはいかないです。はい。それだけだと、微妙な感じになっちゃいます。そしたらまずはメリットについて軽く話します。ほとんどの方が感じるメリットはまず見た目だと思います。とにかくかっこいい。自分のクロスバイクが憧れのロードバイクになるっていう、このカスタマイズが何と言ってもね、一番の動機の人が多いんじゃないかなと思います。見た目がスポーティーでかっこよくなります。はい。様々なポジションを取ることができます。フラットなタイプのハンドルっていうのはもうこうやって乗るしかないんですよね。なんでだんだん握ってて疲れてきちゃうとか、ここが痛くなってくるとか。ロードバイクだと、こうも持てるし、こうも持てるし、こうも持てるし、下半も持てるし、いろいろな持ち方ができるので、手の圧力とか、その握る力、そういったものをね、分散することができるので、一言に疲れにくくなります。これはね、すごくメリットの一つだと思います。改造が楽しいです。体験、経験をするっていうのは非常に大切なこと。いいことだと僕は思ってますので、個人的にクロスバイクの泥版化っていうのは、興味があるならやってみてもいいんじゃないかと思ってます。はい。知識も増えるし、自分の自転車により愛着も湧くと思いますので、別にこのマイナスなことではないと僕は思ってます。が、一応デメリットについてもお話ししておきます。デメリットに関してはまず一つ目、お金がかかります。結構かかります。クロスバイクの泥版化はかかります。いくらかかんのっていうのは後で説明します。クロスバイクとロードバイクっていうのは違いはドロップハンドルかフラットバーなのかだけじゃなくてですね、フレームの形、形状、材質などなど全てにおいて全然違うんですよね。はい。同じ自転車なんですけども、クロスバイクとロードバイクでは全く別物のジャンルになります。はい。どれぐらい違うかというと、そうですね、インドカレーと日本のカレーとか、スープカレーと普通のカレーぐらい違う。いや、ちょっと例えが相変わらずひどいな。クロスバイクをドロップハンドル化したところで、
重量は別に軽くなるわけではないです。多少軽くなるかもしれないですけども、ほとんど変わらないですし、多少前傾姿勢になることはできるので、漕ぎ方も変わってくる。結果的にちょっと楽に走れるかもしれないんですが、スピードの恩恵は正直そこまで受けられないんじゃないかなと思います。自分でやるぞってなった場合は、工具も必要になってきますよね。いろんな工具必要になってくるんで、とにかく金がかかって仕方がないです。バイクによってはですね、なんかエントリーロード変えちゃうじゃんっていうレベルの金額までかかってしまう場合があります。はい。ってな感じでですね、クロスバイクの泥版化っていうのは、デメリットの方が目立ちがちではあるんですが、それでも俺は泥版化したいんじゃという方もいると思います。かかってくる費用、何が必要かっていうのをね、ざっくりと話していきます。まずバイクの車種によって、使っているパーツによってですね、かかってくる金額、必要になってくるパーツが変わってくるので、値段が結構ね、振れ幅大きくなります。バイクによってね。めっちゃ低予算でいけるところもあれば、もうめちゃくちゃ高くつくバイクもあるので、その辺は自分のバイクがどうかなっていうのをね、確認してください。特に注意しなくちゃいけないポイントっていうのは、いろいろたくさんあるんですけども、自分のバイクについているシフトですね。いわゆる変速です。カチカチって重くなったり軽くなったりすると思うんですけども、そのカチカチっていう段数が何枚なのか。これがね、かなり大事なポイントになります。9段なのか、8段なのか、7段なのか、10段なのかっていう感じでですね、自分のそのカチカチの枚数に合わせたこのハンドルですね。ブラケットと言われますけども、STI レバー。これが必要になってくるので、まずは自分が段数がいくつかっていうのをね、把握しておくのが結構大事なポイントだと思いますと。2つのバイクを例にして話していきます。はい。僕もね、正直、あんまりメーカーに関してはめちゃくちゃ詳しいわけじゃないので、多分、これから話す内容よりも、もっとお金かかる可能性があるんですけども、メカに詳しい人からすると、いや、これも足りない、あれも足りないってなるかもしれないんですが、多分、おおむね9割ぐらいはこれで OK なんじゃないかなっていう、パーツお話ししていきますと。ちょっと熱くなってきたんで、すいません。ちょっと熱くなってきたんで脱ぎます。ジャイアントエスケープ R3MS。人気のもうザ定番クロスバイクになります。価格がね、57,200円税込みになってますね。はい。店頭価格はもうちょっと安いかもしれませんね。これをじゃあ泥版化したいってなった時に、何が必要でいくらかかるのかをちょっとね、話していきたいと思います。ただこれね、ちょっとね、難易度めちゃくちゃ高いです、これ。僕も自分でチョイスして、なんでこれチョイスしたっていうぐらいですね、結構難易度高い。まずドロップハンドルですよね。バーテープですね。やっぱ巻かないとね、クッションにならないんでめちゃくちゃ痛いんですよ。なのでそれが欲しいですね。クロスバイクでいうグリップの部分になります。ステムですね。ここもちょっと短いやつがあるといいです。はい、マストではないんですけども。なぜかというと、クロスバイクはこの位置で持ったとして、ロードバイクもドロップハンドルこの位置にするとですね、ドロップハンドルはここで、持つこともあるんですが、メインはここで持ちます。この STI レバーですね。こっちで走るので、こことこことで、ちょっと距離がね、伸びちゃうんですよね。こんぐらい。これぐらい距離が伸びちゃうので、少しハンドルが遠くなっちゃうんですよ。例えばクロスバイクね、すごい自分の中ではぴったりのサイズ感だったのに、泥版化することによって、レバーをちょっとね、先で持つので、ハンドルが遠くなってすごくしんどくなっちゃう可能性があるので、握る分、ちょっと伸びた分を手前に持っていくために、短いステムで帳尻を合わせましょうというような作戦でございます。なので、ステムはあった方が、いいとは思います。けども、マストではないです。はい。このハンドル周りに関してはそんな感じなんですが、こっから先はちょっと難易度めちゃくちゃ高くて、正直これは僕もうわからん。確実にできる方法も交えて話しますと、今回のバイクは V ブレーキというブレーキングの方法を使ってます。V ブレーキっていうのは、ホイールがこう回ってるのを、リムをガチャンって挟み込んでブレーキするようなやり方ですね。ギュッと握ると、ガチッとブレーキが効くような仕組みになってます。はい、何ですか？ STI レバーっていうのは、ブレーキとカチカチってすることで、変速両方の機能を一つにまとめたレバーになります。紐がね、2本出てくるんですね。ブレーキの紐、そして変速するための紐って2本紐が出てくるんですが、まずはブレーキから解決していきましょう。よっしゃ、じゃあこの V ブレーキと STI レバー、
同じの、ケーブルで繋いじゃえってできると思ったらですね、意外にこれができなくてですね、この V ブレーキと STI レバーっていうのは、引き代がね、ちょっと違くてですね、いわゆる互換性がないんです。はい。なので、ブレーキを使うことができないです。故にブレーキを買わなくちゃいけません。今から話すことはメーカー非推奨なことなんで、あくまでも自己責任だとは思うんですが、またショップでちょっとなんとかお願いしてほしいっていう感じなんですが、一応、ミニ V ブレーキというものが存在します。V ブレーキの、ちょっと短い版ですね。これはですね、STI レバー、クラリスと、一応引き代が近いと使うことができます。はい。ブレーキのね、微調整を簡単にするためにアジャスターっていうのも買うといいと思います。もしも輪行とかする人がいるのであれば、アジャスターっていうのを買うことによって、簡単にね、ブレーキを開放して、ホイールをね、抜いたり、セットしたりすることができるので、アジャスターはね、あったらいいと思いますと。問題は変速のパーツですね。今回の変速パーツがマイクロシフトっていうですね、メーカーになります。シマノパーツではないんです。これがですね、厄介極まりないです。今回チョイスする STI レバー、シマノのクラリスに関しては、フロント3枚に対応するクラリスをチョイスしてみました。なんで、クランクに関しては、これ今3枚ギアがついてるので、3段変速がいけますよと。フロント3段でも、対応できるレバーをチョイスしました。リアディレイラーに関してはですね、8枚なので、8段のものなのでいけるでしょうと。ただ問題はですね、このマイクロシフトっていうのがですね、クラリスと相性がいいのかちょっとわかんないんですよ、正直。はい。これに関してはちょっと正直やってみないとわかんないっていうところがあると思います。やってる方がもしかしたら僕の視聴者さんでいるかもしれないので、ぜひコメントを残していただきたいんですが、プラン A としては、今回のバイクの一番のネックのポイントは変速です。変速がうまくいくか、怪しいところです。なぜなら島のパーツじゃないから、互換性があるかわかんない。島のパーツ同士でも互換性があるかどうかっていうのは、島の非推奨な場合があるので、かなりね、チャレンジングにはなるんですが、今回はマイクロシフトというパーツになりますので、シマノの STI レバーを使って変速、引き代が合うかどうかっていうのはちょっと怪しいんですが、もしも、俺なんか3段変速いけるやん。リアも8段いけるやんって言ったら OK。ただ、いかない場合も結構高いと思いますので、一応僕の中で今回はフロントのディレイラー、そしてリアのディレイラーもシマノクラリスに統一する。これが安牌なんじゃないかなと思ってます。はい。だったら間違いなくいける。クラリス同士なんで。はい。シマノと他のミックスではないので、多分、間違いなくいけるのはシマノクラリスの STI レバー。シマノクラリスのフロントの3枚変速用。で、後ろ、8速のクラリスをですね、手に入れることができればですね、間違いなく変速はできますと。できると思います。はい。ざっくりと出ました。ジャイアントエスケープ RC MS。これを泥版化するために必要なもの、金額も入れてリストアップします。なるべく安い金額でいきますね。まず、泥版。Amazon で2000円ぐらいで安いのあります。バーテープ1000円ぐらいであります。次、ステム、2000円ぐらいであります。STI レバーがだいたい15000円です。これが一番高い。ミニ V ブレーキですね。先ほど言った。STI レバーで V ブレーキを引くためのパーツですね。こちらが約2000円。で、それを、微調整するためのアジャスターも2000円です。もしも、マイクロシフトが動くのであれば、以上。ざっくりと25000円いくかいかないかだと思います。で、俺もステムはもう、本当に予算きついんで、ステムももうちょっと一旦いいです。バーテープもとりあえず一旦いいです。って方はですね、約2万円でパーツは揃います。はい。ただ、マイクロシフトが動かない場合があります。全然ダメだわ、これっていうパターンも考えられます。はい。多分難しい気がします、個人的には。なので、フロントディレイラーとリアディレイラーもクラリスにしようとなった場合ですね。さあ、いくらになるかというと、まず、フロントディレイラーがだいたい2000円ぐらいです。リアディレイラーですね。後ろの変速機、2500円ぐらいと
いうことで、プラス4500円なんで、まあ大体ざっくり3万円ぐらいになると思います。はい。多分その他ケーブルだったりとか、まあチェーンは多分変えなくていけるし、スプロケも変えなくていけると思うんだけども、まあ大体予算3万ぐらいをイメージしてもらえるといいと思います。確実に行くなら。確実に行かずに一旦マイクロシフトの変速機でちょっと一回チャレンジしてみようっていうんであれば、まあ2万から2万5千円ぐらいで、ちょっと一回チャレンジすることも、まあできなくはないかなと思います。はい。で、今回これね、パーツ代だけなんで、もしも全部自分でやるってなった場合は、工具必要になってきますね。はい。工具代がね、プラス、まあ、Amazon で安いのだったらね、ある程度揃えられると思いますけど、まあ5000円ぐらいだとして、もう、まあまあかかってきますよね。で、お店に、ちょっとショップにお任せする場合はですね、まあちょっと僕もね、ちょっとよくわかんないけど、工賃はでも、まあ1万、2万ぐらいはかかってくんじゃないかなと、なんとなく予想はしてます。はい。なので、トータルで、まあ5万、6万、クロスバイクと同じぐらいの値段はかかってくんじゃないかなと思います。はい。お店に頼んだ場合は、本体の値段と同じぐらいの金額がかかってきます。結構かかってきますよね、そう考えると。もうちょっと安くできるやり方もあるかもしれないんですけども、まあ今回のね、エスケープに関しては大体そんぐらいなのかなと思います。はい。さあ、続きましてですね、例に挙げるのは、トレックの FX2 ディスクです。はい。最近はディスクブレーキが大変増えてます。めちゃくちゃ増えてまして、クロスバイクでもディスク使っているバイクがたくさんあります。そんなディスクブレーキをですね、泥版化したいっていう方も結構いると思いますので、ディスクブレーキタイプのクロスバイクもね、泥版化したらどれぐらいかかるのかっていうのをね、ちょっといろいろ見てみました。はい。今回のバイクは、油圧ディスクになります。非常に制動力の高い、もう最強ブレーキですね。はい。それを泥版化させるとなるとですね、このバイクの場合はかなりお金がかかります。はい。先に言っときます。9速になります。9速ね。先ほどのエスケープは8枚だったんですけど、8速だったんだけど、9回重くしたり軽くしたりできます。はい。油圧ディスクで、この STI レバーが使えるものっていうのは、シマノで言うとティアグラというグレードのモデルしかないです。今のところは。ロードバイク系のコンポだと10速から初めて油圧ディスク使えるよっていうものしかないんですよね。なんで、9速のアルタスっていうですね、コンポが最初からついてるトレックのこの FX3 の場合は、FX2 かの場合はですね、早い話、コンポ総特化になります。はい。もう9と10では1枚しか違うなんですけども、互換性が全くないので、どれを組み合わせても全部合わないです。今ついてるアルタスのコンポを全部外して、新しくティアグラっていうコンポをバコーンと全部入れるような形になります。はい。STI レバーが約4万円になります。はい。非常に高いです。はい。ティアグラっていうコンポはね、普通にいいロードバイクのコンポ。エントリーグレードとは言われてますけども、最近のティアグラマジでめちゃくちゃいいんで、非常に良いコンポになります。はい。もちろん、またドロップハンドルが必要になってきます。まあ、ステムもね、必要になってきます。で、バーテープもね、必要になってきます。変速機、フロントディレイラーですね。カチカチって前の変速をするための。今回は2枚なので、2枚用のやつを買いましょう。後ろですね。10速用のリアディレイラー。もともと9速のものがついてたんですけども、多分引き代も多分合わないと思うので、まず10速のティアグラのやつをつけましょう。チェーンに関しては、基本9速は9速用のチェーン。10速は10速用のチェーンっていう風に考えてもらった方がいいと思います。なので今回最初からついてたのは9速用のコンポがバーンってついてるので、10速用に総特化ということで、チェーンも10速用のチェーンにしましょうという話になります。その他もろもろワイヤー関係はシフター買えばついてくるっちゃついてくるんですけども、だからそれぐらいか。スプロケットですね。もともとついてるのは9枚なので、10速用のスプロケも買わなくちゃいけないです。はい。で幸いですね、ホイールはね、買わなくても大丈夫そうですね、どうやら。なんで、ブレーキ関係と、この、いわゆる変速関係、まるっと交換になります。僕ね、もしかしたら何か足りないかもしれないんですが、高いですよね。で、今回のバイクに関しては油圧のブレーキなんですが、
油圧の調整はもう素人には絶対無理だと思います。もう失敗するとえらいことになるんで、ほぼ 100% お店に頼むことにはなると思うんですが、そうなるとですね、工賃がまたそこそこしてくると思います。2万とか3万とかするかもしれないですね。込み込み10万近くいっちゃうと思います。油圧ディスクのクロスを泥版化するのは。まあもちろんね、車種にもよるんですけども、今回のトレックの場合は10万ぐらいします。なので、エントリーロード新調した方が、まあいいんじゃねっていうふうに個人的には思いますけどね。だいたい10万円ぐらいでエントリーロードっていうのは買えるので、フレームの設計からホイール、タイヤもロードバイク用の細いタイヤで、ホイールで、ね、サドルとか泥ハンもしっかりとちゃんと最初からついてるようなエントリーロードが買えちゃうような値段しちゃうよというような結果になりました。はい。ごめんなさい。間違ったら申し訳ないんですが、大体はまあこんなところなのかなと思ってます。ということでですね、今回はまあ、クロスバイクの泥版化についてですね、実際どうなの？メリットとデメリット、そしていくら実際かかるのっていうのを軽くお話しさせていただきました。泥版化するのは全然個人の自由ですし、趣味の世界なんで、別に自分のバイクをね、いくらかけようが、ね、全く問題ないですし、自己満の世界なんで全く気にしなくていいと思うんですけども、まあ今回のお話しさせていただいた内容を聞いて、泥版化するしないとか、新たにバイクを新調するのか、ね、あとはもう自己責任でワンチャン動くかもしれないっていうんで、いろいろ試してみるっていうのもいいと思います。僕なんかもね、いい子ちゃんじゃないんで、このね、トレックのバイクに関しては、メーカー非推奨の状態で、なんか運用できちゃってるんで、あくまでもまあ自己責任でね、ちょっとこうそのあたりはいろいろ自分でね、試してみて、楽しんでみてほしいなとは思います。もしもね、少しでも参考になったとか、思っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。